皆様ご視聴ありがとうございます。今私は沖縄那覇空港の国際線ターミナルにいるんですが、これからですね、こちらの那覇から韓国ソウルに移動していくんですけど、今回のね、動画のメインテーマとしては、現在ね、韓国内で社会問題となっている、いわゆる中国関連、その反中デモですね、今中国人の人たちが韓国に、結構来てると。これなぜかというと、ご存知の方も多いと思いますけども、現在日中関係緊張状態にありまして、中国政府ね、中国人の日本への渡航をね、控えるようにということで、旅行にね、行く人を減らしていると。で、その代わりの地としてね、韓国が人気と。もともと中国の人たちからもね、韓国旅行人気で、中国人の訪問率は高いんですけども、さらにまた増えていると。で、またここ最近、日本と同じ状況なんですけども、結構中国人の方は好き放題いろいろやるということで、インバウンドで潤うんですけど、その分デメリットというか、あといわゆる中国化してしまう現状っていうのを韓国の人たちが結構ね、懸念してて、不安に思っているという人たちが爆発して、いろいろね、社会的に韓国人の方々、中国に対する不満が今溜まっているという状況なんで、この辺のね、心理は日本人の方も結構あったりしてあるんですけども、韓国の人たちの方がね、行動に示しますので結構ね、感情も入りやすいということで、頻繁にデモが起きているという状況をちょっと今回この動画でね、お届けしたいなというふうに思ってるんですが、12月の1日からね、日本人の韓国入国のルールがちょっと変更になりまして、なんとね、自動化ゲート使えるようになります。入国で、出国は今までできたんですけど、入国もできると。なのでね、タイムリーな話題ということで、それも今から実際に試してみようかなと思っております。一発目はね、ちょっと登録とかしないといけないと思いますので、時間はかかると思うんですけども、確かパスポート、写真、あと指紋とかね、その辺を普通のカウンターで、専用カウンター設けられてるみたいなんですけど、そこで登録してから次回以降、入国がね、自動化ゲートになると思いますので、その辺も含めてね、ちょっと手短にお届けした上でメインテーマにちょっと行きたいと思います。それで、スーチャンネルから本が出ます。現在 Amazon で予約受付中です。これちょっとね、サンプルの本なんで、中身はまだ白紙なんですけども、一応側が出来上がりました。こんな感じでございます。かなりね、ちょっと厚みもあって、ページ数だいたい300ページ近くあります。280何ページとか。はい。内容濃いめで、一生懸命私書きましたんで、よかったら予約してください。今回、アシアナ航空で、インチョン、ソウル、第1ターミナルまで移動します。めちゃくちゃ安かった。この沖縄から出国っていうのは初です。沖縄で入国っていうのは1回やったことあるんですけども、はい、エコノミーで取って2万円ぐらいですかね。名古屋から乗るより安かったっていうのもあります。はい、ちょっとまだ時間早いんで待ちましょう。ということで、ちょっと早いんですが、今からもうチェックイン始まったんでやります。なんかね、9時半からだけど9時15分ぐらいから始まりました。ということで、チェックインの方完了いたしました。これでもう出国して終わりなんですけど、初めてね、那覇空港の国際線のラウンジ使うんですよね。今まで1回も行ったことなかったです。ちょっとまだ時間はあるんで、ラウンジで軽く食べましょうか。今回私が乗る那覇空港出発のインチョン空港行きアシアナ航空ね、機材330なんですよ、エアバスの。今日は満席らしいです。なんで窓が取れなかったですね。通路側なんですけど、沖縄に来る韓国人の人たち多いんですね。大きい、セントレーよりも大きい機材で満席ですからね。平日ですよ。初めての那覇空港からの出国です。楽しみ。ということで、保安検査、出国審査秒で終わりました。めっちゃ空いてた。セントレアぐらい早かったですね。あと普段もうパスポートスタンプもらわないんですよ、日本の。だけど那覇空港のやつは欲しかったんで、出国スタンプもらいました。こんな感じになってるんだ。保安検査場を抜けた後、結構綺麗ですね。なんか新しくなったんですよね。もう1年か2年前ぐらいかもしれないけど、素晴らしい。もちろん日本の空港なんで、タバコ吸うところもしっかりありますし、綺麗で広くていいわ。那覇からだとね、タイとか中国に行くのめっちゃ近く感じるからいいよね。1時間半ぐらいは短縮されると思う。名古屋とか東京から行くより。これラウンジ行きます。ラウンジはそんなに広くはないですね。簡易的ですけど、食べ物とかはありますね。チンスコーがある。チャーハンか。
素晴らしいです。ラウンジ内に喫煙所あります。いいですね。外に出なくていいということで、こんな感じで、軽食ですね。乗ってすぐ機内食あるのと、エコノミーですけど、ソウル行ってから食べればいいと思うんですが、ちょっと今日まだ今もう10時過ぎぐらいですけど、お腹空いたんで食べます。それではラウンジを出てゲートに向かいます。こちらの飛行機ですね。多分結構ボロい、たまに名古屋にも来たりするアシアナの330。もうアシアナのロゴついてるね。まだ消えてないですね。どうも。それではソウルまで2時間ぐらいのフライトですね。あとは、入国自動化ゲートの申請を、ちゃっちゃとやりたいと思います。안녕하십니까。안녕하십니까。ということで席に着きました。こんな感じ。多分ね、間違えてるな。チェックインの時に前の方の通路側取りましたって言って、ほぼ一番後ろだったんで、44の H は前の方じゃないのなと思ったんですけどでも航空会社によってはね、数字あんま関係なく時もあるんで、ちょっとあれだったんですが、なるべく前の方で早く出て自動化の登録したかったのに、ちょっと残念ですね。ということで韓国入国完了いたしました。3ヶ月ぶりですね。意外と久しぶりなんですよね。めちゃくちゃ寒い。今のね、外気温何度だと思います？マイナス8度です。雪は降ってないですけどねマイナス8度、さすがに寒いね。着替えました。で、先ほど話した通り、SES サービスっていうのがあって、それにもシール貼られてるんですけど、日本人でも韓国入国自動化ゲートで入国できるようになりますよっていうそういう制度が12月1日から始まったんですけども、2025年のね、登録制なんですよ。だから入国するときに入国する前にですね、そのブースに行って登録する作業をちょっとやらないといけないんですけど、指紋取って顔写真撮ってっていう、はい、であとパスポートのなんかチェックがあるんですけど、それやってきましたんで、一応完了するとこの黄色いシールが貼られます。はい、でこれがね、多分混み具合にもよると思うんですけど、私の場合は30分ぐらいかかりました。これ日本人の人がいっぱい登録したい人が集まって時間かかっちゃうと1時間とか最初はやっぱかかるかもしれないです。ただこれ1回やればもうずっとね、自動化ゲート通れるんで絶対やった方がいいですね。はい、なんでこれも今日できたんで、とりあえずOK ということで、寒すぎますね。ちょっと移動します。ホテルの方に移動します。ということで、宿の近くに着きました。もう雪が降ってますね。今回ね、エアビ借りたんですよ。ホテルがすごい高くて、ソウルの中心部だとちょっと何泊かする予定だったからね、この地下鉄、8号線9号線のヤンチャンヒョンギョっていう駅の近くですね。マポとかハンガンに近いとこ。ということで宿に入りました。いい感じですね。広いわ。ベッドと、電子レンジとかも全部あるし、一番いいのはこの洗濯乾燥機がついてるのがいいですね。トイレ、ウォシュレットだし、シャワーこんな感じですね。はい、素晴らしい。これで1泊1万ぐらいです。街中のね、東横インとか、激安のちょっと汚いホテルとかあったらまだ5000円とかもう安くあるんですけど、でも東京と同じぐらい今ホテルがすごい高くなっちゃってるから、今回エアビにしました。朝食とかはないけどね。やばいな、もうすでに雪がいっぱい
降ってきております。今部屋にとりあえず入って荷物置いてちょっと軽く飯食べましょうか。それ今日これで終わりです。これは積もるな。明日から撮影できるかな。とりあえずあったかいものを食べて部屋戻りたいですね。3ヶ月ぶりの韓国なんでなんかめっちゃテンション上がります。すごくなんか居心地がいいです。みんな優しいし、やっぱ中国ばっか行ってたりすると韓国人の人たちの方がなんか優しいよね。中国の人も優しいけど楽ですよね。で今もうなんかホテルの宿の近くにあった適当なお店入りました。やっぱり韓国は冬の方がいいね。寒いけどチルソンサイダーなかったんでスプライト。うまそう。めっちゃ温まりそうです。めっちゃ入ってるわ肉。でも俺の嫌いな澄んで入ってるな。まあいいや。いただきます。ということで美味しかったです。体温まりました。ガチでね、この飯食ってるこの30分ぐらいの間でかなり積もりましたね。すげえな。マジでどうしよう、明日撮影できなかったら。それでは近くでねデモが起きてるということを知ったんで今からちょっと見に行ってみます。寒い。それではこちらの地下鉄9号線丹山駅からですね1駅だけなんですけど国会議事堂前という駅の前に行きます。今から行く場所はこの国会議事堂前という駅なんですが、このデモに関してはですね今韓国頻発していろんなデモが起きてるんですよ。今回自分が一番見てみたいなと思ってる反中国デモの他にもですね限界令デモ、昨年大統領選でいろいろあったじゃないですか。で限界令が出て壮絶なデモがあったんですけど、それの1年イベントとかがあったりして、その1年イベントデモみたいな、自分もあんまり詳しくは分かんないんですけども、それでは国会議事堂前駅に着きました。すでにあれですね、駅のもうところでちょっとデモっぽい感じになってますね。地下鉄の、なんか社会に対する訴えですかね。身体障害者の人たちがどうとかっていうやつなのかな、ちょっとうっすらしか分かりません。ここにももう張り紙がされてますね。それで地下鉄の駅を出たんですが、もう目の前があれ国会ですね。国会議事堂、確かにすごい空気感、なんかそんなにたくさん人がいるっていう感じではないけど、やってるっちゃやってるって感じですね。これはでも中国のデモじゃないですよね。でもこれあれだ、中国のやつも入ってるわ。混ざってるんだ。なんかね、今の、大統領に対する不満のそのなんていうんですか、限界令デモっていうんですけど、こっちはそれの人たちって反中デモの人たちと同じらしいんですよ。
50년 후에는 대한민국이 망합니다. 나라가 있어야 국회의원이 필요하고 すごいね。まだ集まってないからちょっと早く来すぎた感はありますけど、まあこんな感じでございます。はい。今続々と人が集まってきましたね。なんかゼッケンみたいなのつけてる人たちが何々派みたいなやつだと思うんですけど、こちらがデモの、会場というか、メインになるところですね。この限界令デモのすごい大規模ですね。週末になるとね、ソウルはいろんなところでデモがここ最近多く起きてるので、これは限界令デモなんですけどね、すごい大規模。今市町にいるんですけど、市長もデモやってますね。これはですね、ユン大統領元ねを、応援してる人たちの団体のデモで、掛け声がね、ユンアゲインらしいです。すごいよね。日本でいう保守系の人たちのデモですね。市長のデモはこんな感じでした。今日はね、土日ということで各地でソウルの中でいろんなデモが行われてるんですよね。こちらのデモもあれですね、ユンアゲインでユンさんを応援するデモ、保守の人たちのやつですね。すごい、もう街中デモですね。よく見ると中国人の反対デモもやってますね。チャイナアウトもやってますね。寒いな。一部中国に対するプラカードを持ってる人とかもいるんですけど、これ中国反対デモではないみたいです。これも今若い子に自分で Google 翻訳で聞いたんですが、ユン大統領を復活させる人たち、応援したい人たちのデモだそうです。あとアメリカと関係を良くするべきだという立場の人たちですね。だから結構やっぱ人が多いです。トンデムくらいに来るとすごいな。ちなみに今日限界令が出てちょうど1年なんですよね。ちょうど1年前、さあ1年前でもないか、今年の2月ぐらいでしたかね。私デモの時来ましたからね。みんなデモ隊ですね。デモの炊き出しをもらってみたいと思います。コーヒーもらいました。すごい盛り上がってる。ということでトンデムンのデモはこんな感じでした。結構でかいです。大人数ですね。はい。以上です。すごいな。すごい。トンデムンからこちらに移動してきたんですけど、また違うデモなんですね。これヨルダンですかね。パレスチナか。すごいな。いろんなデモが混ざってる。あとこちらがメインのデモの会場。これもね、チャイナアウトじゃなくてあれなんですよね。多分右翼系のユンさんのやつですね。これはすごいですね。人の数がやばい。結構な人数ですね。すごいわ。
ということで、デモこんな感じで回ってみてるんですけど、土日にこうやって道をね封鎖してやるんで、観光客の人たちだいぶね行動が乱れると思うんですよね。バスは基本的にね乗らない方がいい。さっき乗ったんですけど、デモが被るとかなり狂いますね。なんでその代わりみんな地下鉄に流れてるんで、地下鉄が激混みです。普段から混んでるのに。なんでデモがあるときに韓国来る人は参考にしてもらえればいいのかなと思います。どのデモがどうとか私は言うつもりはないんですけども、デモが起きてるソウルは結構不便です。はい、外国人観光客の目線で言うと不便です。それでですね、デモの取材を始めて3日目なんですけども、今のところね毎日いろんなところでデモが起きてて、で今日日曜日なんですけども、デモの事前情報を見たらチャイナアウトデモといって、中国に対する反中デモですね、それが、マポエリアで行われるという情報を入手しましたんで、実際に今からね、見に行ってみようと思います。ここ数日見たデモっていうのはやっぱあれなんですよね、ユン大統領応援みたいな保守系のあとアメリカと仲良くしようみたいなそういうやつなんで、今回今から見に行くデモは、反中デモみたいな感じのやつですかね。結構それが今ソウルの中で、韓国の中で結構勢いがあるというか話題になってるデモなんで、それこそね日本もちょっと関係してて、ね、先ほど冒頭も動画で言ったかもしれませんけど、日本にね中国人の人観光行くのをやめましょうみたいな、発表してから韓国に中国人の人たちがいっぱい来てて、その他のいろんな、諸問題も日本と同じなんですよね。似てるんですよね。でその怒りが爆発してるというデモをちょっと見に行きます。はい、で今ねヨイドの、ハンガン公園にいるんですけども、ここからちょっとマッポエリアの方、すぐですね、川のハンガーの向こうですね。はい、移動します。안전의 시간에서 하루 행정에서 알려드립니다. 데이터에 팔린 2만 원이라고 필요면 가져가라고. 꼭지가 나오고. 今回はこちらのねハプチョン駅ですね、地下鉄6号線の駅の、出口付近でですね、デモが行われるというふうに情報を得ましたんで、早速行ってみたいと思います。こちらがデモの会場ですね。チャイナアウトを持ってる人たちもいますね。すごい配信者の人がいっぱいいますね。あそこの今座ってる方も70万人のなんかデモ系 YouTuber みたいな人ですね。70万人ってすごいですよ。今回このアメリカの国旗もあるんですが、メインはそのなんかチャイナマネーで汚職されている国会、こっちの議員みたいとか政治賄賂とかで買収されている議員たちを叩くみたいな、でそれを仕掛けてくる中国の戦略に対して抗議するみたいな、いう感じのライブじゃないわ、デモらしいです。これは結構他の国でもあるとは思うんで、日本でもそうですよね。こういうのを行動に移す人たちが多いんですよね。で具体的にどういう人がそういうふうにお金をもらってるとかいうのまでなんか公開されてるんですよね。日本だと疑惑があるだけであんま公開されないと思うんですけども、すごいですよね。昨日のデモよりは人は少ないんですけど、なんかメインでやってるのがなんか大学生とかっていう話らしいですよね。結構若い子が多いです。 국민을 하고 출발하겠습니다. 가운데로 모여주시면 감사하겠습니다. 皆さん敬礼してますね。国旗の方に向かって。 나는 자랑스러운 태극기 앞에 조국과 민족의 무궁한 영광을 위하여
これは今何て言ってるかっていうと、中国共産党は反対出てけと言ってますね。ということでこんな感じで、これはチャイナアウトのデモですね。ということで今回、3日ほどかけて、韓国の中で今起きている、特にソウルで、頻発しているデモについてですね、ちょっといろいろ自分なりに、取材というか見てきたんですが、普通の旅行者の皆様にはほとんど関係ない話題、関係なくもないんですけども、だと思います。普通に旅行しに来るときにはほとんど関わることがないと思うんですが、実際に見てみて、週末の土日とかに、動画内でも言いましたけど、道を規制してですね、デモやったりしてるので、ソウルの中心部とかで、日本人の方はですね、多くソウルに、旅行されに来る人が多いので、そういう自分が行きたい場所とか、その時間帯がデモとバッティングしてしまうと、いろいろ行動するときにね、不便だなって感じることもあるのかなと思いますし、年末どうなのかな、この先、今12月に撮ってるんですけどね、すごい頻度でデモが起きてて、いろんな何種類も混ざったようなデモが起きてたんですよね、今回ね。反中国のデモもやってるし、大統領の支持する支持しないとかもやってるし、なんか人権問題のやつとか、いろいろ韓国の中も大変な感じなんだなっていうのを見て思いました。もちろん日本も大変なんですけど、そうで、あとやっぱりその反中デモっていうのはこのね、日本に旅行行かせないようにしてるみたいなことやってるわけじゃないですか。それの反動で中国人がいっぱい来てることに対するその不満っていうのもあるだろうし、もともとのいろいろトラブルもあったりして、なんか今いろいろきな臭い感じですよね。今年の頭ぐらいにも来た時も大統領のあれでもすごいやってたんですけど、あれからねだいぶ経ってるんですけど、まだやってるんだっていう感じで、はい、ちょっと皆さんあまり興味ない人もいるかもしれないし、これをほとんどの人取り上げないと思いますんでね。ただ僕が今回ね、最後何を言いたかったかというと、デモが起きてて、なんか韓国すごいやばいみたいな、いけないみたいなことはないですね。時間も限られてる中でやってるし、全部、警察が管理してて、で、道は止めたりはしてますけどね、暴れるとかそういうのはないと思いますし、その辺は安心して普通に旅行に行けばいいのかなと思います。結構ね、それで先入観が強いので、でもイコール危ないみたいになってる人もいるかもしれませんので、特に年末年始、この先旅行行かれる方ね、でもやってて、いろいろ交通のことで不便なところあるかもしれませんが、現実はね、こんな感じでございました。あとはやっぱ若い子たちがすごいデモやってるなっていう感じですね。日本だとどちらかというとおじいちゃんおばあちゃんたちがデモをやってるイメージがあるんですけど、すごい政治的な主張とか愛国心みたいのがやっぱすごい韓国はね、日本がちょっと低すぎるっていうのもあるとは思うんですけども、そういうのをちょっと見て、そうなんだっていうのもちょっと今回感じましたね。いろんなこのデモを見た中でね。はい。自分は韓国頻繁に来ますし、食事も好きだし、乗り継ぎでも使うし、なんで今後も来ますけど、なんかそういったあんま人が取り上げないようなね、情報とか空気感っていうのを今後も出せてきたらいいなと思っております。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら感想をコメント欄に書いていただいて、あと高評価もよろしくお願いします。あと書籍もよろしくお願いします。Amazon リンク貼っときます。